はいどうも、いつきんです。討伐攻略2本目となる今回は、バンシー討伐13段階を解説していきます。バンシーのドロップは非常に有用で、使う場面も多いため、ワイバーンに次いで人気の討伐となっています。そんなバンシー攻略を前回と同じく、通常編成とワンショット編成で紹介していきます。バンシーを討伐することで、バンシー装備の作成素材と装備がドロップします。バンシー装備のセットは、抵抗、破滅、吸収、反撃の4種類となります。すべてのセットがいわゆる当たりで、非常に人気のあるセット装備です。抵抗セットは、覇者剣や抵抗型の血剣のカリン、カイロンなどの一部火力英雄にも使え、多くはプリーストやナイト職業と相性のいいセットです。破滅セットは少し前にバフが入り、クリティカルダメージが60%アップするため、火力英雄と非常に相性が良く、特に通常クリダメパーセントを選ぶ首飾りを攻撃力パーセントにすることが可能なので、さらに火力アップが狙えます。吸収セットは火力英雄すべてと相性が良く、特にダメージを多く与える英雄や全体攻撃を持っている英雄に装備させることで、大幅に生命力を回復させることができます。代表的な英雄では、火のシャルロッテや残影のビオレタ、古代の遺産では火力英雄は全て吸収セットがいいというぐらいに汎用性の高いセットです。反撃セットも汎用性が高く、スキル1に回復効果があるプリーストや挑発を持っているナイトなど、スキル1に何かしらの効果がある英雄に非常に有効的です。ただし、その強さから自身のターンでのみ発動というような制限もある英雄もいるので注意してください。火力英雄の多くは自ターンのみの効果が多いので、どちらかというとナイト系が装備することが多いセットです。バンシーのギミックは次の通りです。バンシーの生命力が 70%、40% 以下になると、強制的にアクションゲージがアップし、全体攻撃を使用後、強化効果を全て解除してきます。その後、自身の弱体効果を全て解除し、生命力が回復します。70% 以下の場合、魂のカーテンを発動し、取り巻きを4体召喚し、姿を消します。バンシーが再び動き出す前に取り巻きを全て倒していないと、全体に大ダメージを受けます。40% 以下の場合は、毒状態の対象がいれば、ランダムで1人にバンシークイーンの呪いを、全体に強化負荷、計4つの毒をランダムに振り分けて付与してきます。基本攻撃は命中に関わらず、毒とバンシークイーンの呪いを付与してきます。貴族性から受けるダメージが 30% アップし、貴族性以外に与えるダメージが 30% アップします。貴族性でない英雄を攻撃すると生命力が回復します。バンシーは追加攻撃を行いますが、ロエンナなどの回復は発動しません。ギミックは多く見えますが、気をつけることは生命力 70%、40% の境目に相手が強制的に割り込んでくることと、毒やバンシーの呪い対策だけです。ゲージアップ対策には束縛が有効なので、束縛持ちの英雄を、毒やバンシークイーンの呪いは免疫をつけることで防げたり、解除することもできるので、免疫を付与できる英雄や解除ができるプリーストを編成しましょう。おすすめ英雄を紹介していきます。ゲーム内の攻略情報では、ほとんどがワンショット編成の英雄になっているので注意してください。バンシーはギミック上、普通に戦うと非常に時間のかかる英雄ですが、ワンショットを組むのが簡単なので、できればワンショット編成を組んでから周回することをお勧めします。まず、正攻法で戦う場合の推奨キャラですが、サポート役にフューリオス、カイデスでも紹介しましたが、ワイバーンでもバンシーでも使える万能キャラです。使う場合は2番の専用装備で束縛を付与できるようにしてください。プリースト役にレイ。解除に特化したプリーストでスキル1でも解除が可能なので毒の除去にはもってこいの英雄です。難点としては所持率が低いこと。もし持っていたら使いましょう。代わりとなるプリーストはデスティーナやプラスチェンジしたモンモランシーです。デスティーナはややスキル回転が不安かつ星5であるため用意しやすいのはモンモランシーだと思います。ただし、属性が氷なので、攻撃されてしまった場合、バンシーの生命力が回復します。火力が高くないと、時間がかかってしまうのが難点です。免疫役にはビビアン。配布キャラであるため、討伐チャレンジで手に入れておきましょう。免疫を付与できることと、全体に攻撃力アップを付与します。さらに、全体攻撃を持っているので、取り巻きなどの処理にももってこいです。最後に、火力役にジゼル。現在ピックアップ中かつ強力なアタッカーです。将来的にはワンショットにも使えることや、遠征のストマックス、闘技場、ギルド戦でも使えるのでおすすめです。代わりとなる火力役は、基本的に貴族性のアタッカーであれば、誰でも
も構いません。星3であればグレン、星4であれば木のシダー、星5なら木のビオレタやユピネ、ザハーク、リリベット、チャールズなどなど自分の持っている火力英雄から編成しましょう。続きまして、ワンショット例を2つ紹介します。1つは従来の防御力ダウンを付与する編成。もう1つは防御力ダウンを使わずに倒す編成です。この2つの違いは乱数の有無。防御力ダウンを使用する編成はどうしても 15% の確率で抵抗されてしまうので、失敗することがあります。対して防御力ダウンを用いない編成は確率に左右されることがないので、文字通り 100% 成功するのが特徴です。1人目はビビアン。1ウェーブ目の敵を一掃する役割を持ちます。2番目の専用装備が必須です。2人目はレオ。防御力ダウンを付与する役割です。3人目はバイケン。火力役です。追加ターンを持っているため、バンシーの割り込みを無視して大ダメージを与えられます。バイケンは限定キャラのため、新規の人は持っていないと思うので、代わりにジゼルやユピネを使用してください。ただし、この2人はバイケンと違い、追加ターンがないので、求められる火力が上がるのが注意点です。それでは、映像を見ながらワンショットの流れを紹介します。まず1ウェーブ目にレオがスキル3を使用して、2ウェーブ目にスキル2の防御力ダウンを使えるようにします。その後ビビアンがスキル3で全体に攻撃力バフを付与。専用装備効果で自身のゲージを 50% 上げてレオを一度追い越します。スキル2で敵を殲滅したら2ウェーブ目です。2ウェーブ目はレオのスキル2で防御力ダウンを付与します。その後ビビアンのスキル1で HP を少し削ります。最後は火力役で倒すという流れになります。涅槃も陸道も興味ないね。あまりしつけえと道連れになるぞ。次は 100% 成功するワンショット編成です。1人目はチャールズ。1ウェーブ目の敵を一掃する役割を持ちます。2人目は氷のクロエ。抵抗無視で魔法釘というデバフを付与します。この魔法釘の追加ダメージが必要になります。3人目はストラゼス。防御力無視を持つので防御力ダウンを入れずに大ダメージを出せます。ストラゼスの代わりに光の守理がいますが、ややスキル倍率が下がるためかなりの火力装備を要求されます。それでは映像を見ながら流れを紹介します。まず1ウェーブ目はチャールズのスキル3で敵を一掃。攻撃力アップを全員に付与します。続く2ウェーブ目はチャールズのスキル2でまず敵の HP を削ります。その後クロエのスキル2で抵抗無視で魔法釘を付与。最後にストラゼスのスキル3と魔法釘の追加ダメージで大ダメージを与えて討伐完了です。ということで、バンシー討伐の攻略方法を紹介させていただきました。正攻法の方が難しいという討伐なんですが、ドロップ装備が非常に使い道が多いので、早めにワンショットを完成させるといいと思います。ワンショットで必要な火力キャラは貴重です。バイケンは復刻まで入手することができないので、できればジゼルを引いておきたいところです。それでは本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。